今日は、先週の続きなんですけど、先週このねデザインペーパー2種類、こっちがねこの色が入ってて、こっちはこちらのね色が入ってるんですけど、これを、いつものように曲がりやすい方向でカットして作ってみました。これですね、3ミリと5ミリでカットしてます。でこちら側、これはね何かというと、ちょっとね分かりやすいようにちいかわのシール貼っておいたんですけど、こっちはね曲がりにくい方向でカットしてみました。こういったペラペラの紙はコピー用紙も含めて曲がりやすい方向よりもむしろ曲がりにくい方向で切った方が扱いやすいということがあるので、こっちは曲がりにくい方向で今日用意はしておいたので、これで少しやってみたいと思います。前回ね作ったのがこっちか。パーツ的にはこんな感じなんだけど、同じものをねちょっとやってみますね。ということで5ミリと3ミリね。今日はねちょっとね声が鼻声になってると思うんですけど、実は昨日ちょっとね片付けをしていたらアレルギーが出ちゃって、私ダストアレルギーがひどくて、花粉症よりもむしろそっちなんですけど、もうね本当にくしゃみがクシュンクシュンクシュンって3回出て、その後鼻水がダラダラダラってなっちゃうっていう、多くの人が花粉春のね花粉で苦しむ症状っていうのがダストアレルギーで出るんですよね。はい、ということで今日薬は飲んでますが、ちょっと、まず丸めるだけでいきます。この丸めるだけっていうのは多分違いはないあんまりないかなと思います。外れちゃった。少しね紙が繊細なので、いつものね色画用紙に比べると扱いにくいかなと思います。よいしょ。この丸めるのはあんまり変わらないね。何かな、これは斜めになってるけど、はい、押さえてまっすぐにします。これは問題なくできましたね。じゃあ次はでマーキーズ作ってみようかな。マーキーズはどうでしょうか。だからね声がなんかガサついてると思うんですけど、よいしょ。かな。違うっていうバチはちょっとやっぱり硬め、ちょっとやっぱり硬い感じ。こうね。だいぶ外れてた。この前使ったのに比べるとやっぱりね反発力があるから、渦が綺麗にできてるような気もしないでもない。これは曲がりやすい方向で作って、こっちが曲がりにくい方向で作ったので、やっぱり渦ができる時の反発の感じはねやっぱり違うから、その辺がいいかもしれないですね。じゃあこれは半分に切ってこっちのタイプね、このタイプ作ってみようかな。半分でよかったかな。とりあえず大きいのティアドロップのハートにしてみましょう。ちょっとね半分サイズだとまずわかんないから、とりあえず大きいのでね。
ということで、どっちで切っても同じようにできるかな。やっちゃった。気をつけないとこう巻き込んじゃうからね。もう手袋やめたらって思うでしょ。もう見せられないですよ。みんなチャンネル変えちゃうといけないから。これはね、これでも苦労して巻いてます。はい、行きましょうか。止まったりとかすると、もうね、すでにこの時でうまくできるかできないかが決まるので、見える？これね、ちょっと角度がわかるかな。こうしちゃうと、ほら見えなくなっちゃうでしょ。こっち向きにすればわかる。この状態でいかに渦をきれいにするかっていうのが、クイリングをうまく作るコツなので、ここまでが問題。もちろんね、こうやってつまむのが最終的なんだけど、それまでにいかに渦をきれいに作るか。そういうところが本とかね、そういうのではわからないとこじゃないかなと思います。はい、できましたよ。これで今度やっぱり薄いから大きさがね小さくできますね。この持ってるスピードとか、あとその日のね体調によってはこう汗がすごく出るような時だと手からね水蒸気がすごく出てるわけね。そういう時には紙がその水分を吸うからあんまり広がらなくなるし、見にくいの見えてる？これで見えた？こんな感じ？さっきよりちょっと大きくなったんだけど、多分大きくなってるけど、少し大きさが違うでしょ。私はこう右のハートが好きでこれにしてみようかな。かわいいね。やっぱりある程度張りがあって硬いから、この薄い紙に関しては曲がりにくい方向の方が綺麗にできるかも。比べるとねすごくよくわかりますね。じゃあこれは半分のちっちゃいやつを作ってみましょう。だからねコピー用紙も私は曲がりにくい方向で使いますね。コピー用紙はねすごくわかりやすくて、曲がりやすい方向で作るとふにゃふにゃになっちゃうから、ちょっとねできてからすぐ潰れちゃいやすいっていうの、潰れやすいっていうのかな、表現が合ってるかどうか微妙なんですけど、これちょっと足りないね。ちっちゃいから、ここになった時にね綺麗にシュルシュルってなってくれるような気がするね。やっぱり挟まってる。
からが、どんなやり方してもらってもいいんですけど、よいしょ。曲がりにくい方が作りやすいかな。あまりにも色が違うからちょっと変だね。黄色は使わない方がいいかな。忘れた。これちょっと大きくなっちゃったね。これ何が大きくなったかっていうと、さっきよりも後半勢いよく回したからかな。だいぶ大きさが同じ長さでもこう大きさが変わっちゃうね。ということでちょっと足しと。これは3ミリだから厚みが違うけど、同じような感じではできてるかな。これもうすでにうまく赤くなるけど、これうまくいってない。真ん中がちょっと開いちゃった。治らないね。うまくよ。
うん、巻き方にばらつきがあって、今勢いよく回したからいい感じにはなったかな。回すスピードじゃなくて押さえつける圧力も違いがあって、それ一定になると同じようにできるんだけど、一定じゃないと、これ最初のやつに近いかな。同じ長さでもね、これだけ作り方にばらつきが出ちゃう。そう、このペーパーのカットしてすごく気になったことは、この前も話したけど、これね、同じ紙なんだけど、こちら側とこちら側と、こっちの方がね白くなってるのね。こっちの方が色が濃いっていうか。で、そうだからこれも見えないか、こっちとこっちと色が違うでしょ。こっちの方が明らかに白くなってる。だからそこもねちょっと私そこも少し作った時に向きだとかね、それで今ねこっちが白っぽくてこっちが色が濃いっていうかね、こういう違いがねこれどうしても出ちゃうんで、まあ、なぜかわかんない。同じようにねこうやって切ってるんだけど、片方が白っぽくなって片方が切る角度とかそういうのなのかな、まっすぐにね90度しっかりこう落ちてないのかもしれないですよね。少しこう斜めになってるのかもしれない。そういうのでカット面のね向きとかで見え方が違うのかもしれないけど、なんか私なんか必ずどっちかが白っぽくなってどっちかがっていうのはそのカットのね癖があるのかもしれない。やっぱり1個濃いのがピョンって入ると変だよね。これも濃すぎだね。これも濃すぎやから、こっちがこっちの色の方がいいかな。じゃあこれね、薄い方のピンク、濃い方のピンクどっち？ピンクと紫が濃い薄いがあるんだけど、ちょっと色がね分かりにくい。でもやっぱりこうやってこっちは薄い方、明らかにね違うんだけど、普通に作っちゃった。外れちゃったわ。パンって外しちゃったね。外しちゃった。こんな風にね、失敗したりしながら作ってますよ。いかにリカバリーするか。これちょっと大きくなっちゃったかな。かわいいね。色がかわいいね。はい、これで組み立てよう。どっち？こっち？もうすぐに右が左じゃないけど向きが分かんなくなってる。こっちだね。こっちだけど
かこう、ちょっと置いとこう。色はね本当に可愛いけどちょっと作りにくいかも。どちらかといえば曲がりにくい方に切った方が作りやすいと思います。じゃあバラを作って最後バラいこう。3センチ3センチ折った時にもうしっかりしてるなっていう感じが違いがねわかる。やっぱりライブは水曜日か木曜日で、明日はねもうクリーニング教室に行くのでやっぱりできないし、火曜日は結構ね火水で休みのことが多いから、いろいろ自分のやることとか家のこととかやったりとかしてるから、あんまり時間が取れなくて、水曜日か木曜日どちらかっていう感じの方が私自身の時間としてはやりやすいかなと思っています。木曜日にするか水曜日にするか、もうどちらかできる方なので、水曜日にやってる時は木曜日予定がある時とかですね。そんな感じで、木曜日はね仕事のこともある、仕事が入ることが多いので、もう無理やり水曜日にやってるってこともあるし。からやっぱりねこういう薄い紙は曲がりにくい方で切った方がやりやすいですね。全然違いますね。今日は曲がりにくい方を使って作っています。もうどっちがどっちかわからない場合は端を切ってみて作ってみて、作ればもうすぐわかるのでやってみるといいかもしれないけど、針がやっぱり違うんで、特にこういう紙は薄いからね、薄い紙に関しては曲がりにくい方で切った方がいいんじゃないかと思います。どっちでもできることはできるんで、どちらじゃないとダメってことはない。この渦になった時がね、見える？綺麗に反発してうまくできてるような気がするんで、こういう曲がりにくい方か曲がりやすい方か曲がりにくい方がわからないほど薄いペラペラな紙は曲がりにくい方で切ることはおすすめかな。渦の反発がね、これ曲がりやすい方で、こっち今曲がりにくい方でやったんだけど、なんかね渦になった時のこの反発具合が綺麗にできてるような気がする。こういう触りやすいしね、反発してるから紙が。
こも気をつけないといけないし。100均の色画用紙でいつも使ってるのは、もう長さがね、曲がりやすい方向で 175mm ってもうそれはベースになってるので、曲がりやすい方向って言って使ってますし、他のに関してもラシャとかね、クラフト紙やなんかでも曲がりやすい方向を使ってますけど、まあ、とにかくその紙によって違うのでね、厚さとかもあるしね。このデザインペーパーに関しては曲がりにくい方で切った方が使いやすいと思います。やりやすいかなと思います。同じようにはできます。どちらで作っても同じようには作れます。で、あと、私の癖のかもしれないけど、本当にね、切った時にこっちの色が濃く見える方向と薄くなる方向とね、出てくるので、多分このカットの刃の当たる向きとかじゃないのかなって思わなくはないけど、必ずそうなるのでね、多分私の癖かもしれないけど、もしそうなった場合は、こういう場合だと色が濃く綺麗に見える方はなるべく上を向けて使うっていうことですよね。そうやって対処してもらえればなと思います。同じ色だとね、同じ色じゃないと比べられないかなと思うけど、明らかにね、こっちが薄い、こっちが濃いっていう違いが出るので、私だけなのかな、それはわからないわからないです。もし私もという方がいたらコメント欄とかで後で教えていただけると思いますけど、特にこういう傷がつくとこう白くねなったりするでしょ、こういう紙って。そうですね。あともう一つ、これはさっきこちらにテープを貼って、こっちが曲がりにくい方向ですよっていうの分かるようにしたんですけど、後ろにね袋をポケット作って、ここにねそれ用の紙を入れておきました。こうやってると分からない、本当にねどっちがどっちか分からなくなっちゃうので、こんな風にねして、こっちは先週使った曲がりやすい方向で作った紙も後ろにねポケットつけて入れてあります。そうすると分かりやす一緒にねまとめておいて、どっちがどっちか分からないってことにはならないと思うのでいいかなと思います。このデザインペーパーは15センチ15センチなので、どちらから切り始めてもいいんですけど、どっちかね、どっちがどっちでどういう向きで入ってるかっていうのではわからないから、とにかくこうヒュンって自然にしててヒュッて曲がる方向が曲がりやすい方向で、それに対して90度の側が曲がりにくい方向になるので、その辺の違いでねやってもらえばいいと思うけど、切れば明らかにね触れば明らかに向きは違う。切ってしまえばね明らかに曲がりやすい方向か曲がりにくい方向かは分かると思うけど、意外にね1枚の15センチ15センチの状態だと分かりにくいかなとは思います。もう本当その時にはすごく微妙な感覚なので、人によってはね分からない人も出てくるかなと思うんですけど、もうこういうふうに切った状態になれば明らかに状態は変わりますので、どちらでもできますけど、こういう薄い紙に関しては曲がりにくい方向の方が使いやすいかなと思います。曲も終わりましたね。終わりました。あらららら、ちょっと待って。よいしょ。いた。よかった。ということで今日は先週は曲がりやすい方向、今週は曲がりにくい方向でやってみました。おすすめは
薄い紙に関しては曲がりにくい方向で切った方がいいと思います。コピー用紙も一緒です。私は今コピー用紙使ってますけど、曲がりにくい方向で切ってます。コピー用紙ね、本当にね、わからないと思うんですよ。ちょっと今出しますね。はい、出しますよ。はい。これね、こうやってやってもね、本当に分かりにくいと思うんですけど、そういった時はね、ここを切って、で、こちらを切って、で、ちょっと丸めてみただけで、もう明らかに違いますから、それで判断してみてくださいね。ちなみに私のこの用紙はこちらの方が、こちらがね曲がりやすい方向なので、こちら側に切って曲がりにくい方向で長い方で使ってます。ということで、コピー用紙もね全然クーリングできますからね、使ってみてください。では今日はちょっと体調も良くないのでこの辺で終わりにします。最後までご視聴ありがとうございました。それではまたね。あありがとうございます。コメントいただいてましたね。配信お疲れ様です。会議中に見てますか？いけませんよ。適当に抜けちゃうと思いますが、頑張ってください。ありがとうございます。ポケモン GO の関係のお友達ですね。ありがとうございます。それではありがとうございました。